はいどうもこんにちは、浅場整骨院です。本日はですねこちらの浅場整骨院のね、YouTube 撮影部屋になるんですけども、こちらの今床見ていただくと、フローリング材なんですけどもともとのねところになるんですけども、これをですねこちらのフロアタイルを貼っていこうと思います。でガラッとね変えていこうと思います。新生活でねいろいろこう床を変えたいなとか、家具を変えたいなっていろいろあると思うんですけれども、床面積って非常に広いので、そこをね一気に変えてしまおうというね、感じでございます。浅場整骨院の撮影部屋でもですね、なんかこうちっちゃいものとか、例えば見せる収納とかそういったね一個一個変えてってもいいんですけれども、ただね見せ方が私下手くそなものですから、インテリアとかねちょっとよくわかんないものですから、それよりはもう大きいところを一気に変えてしまった方がかっこよくなるんじゃないかっていうねところになりますので、こういったねフローリングの上にこうスポーツ用品を置いてあってもいいんですけれども、ただこういったねコンクリート調のもの、今回ブラックを買ったんですけれども、この上にスポーツ用品をね置いてあった方がなんかかっこよく見えるなっていうね印象がありましたので、今回はこちらのブラックコンクリートっていうねフロアタイルを購入してみました。で新生活をね送る方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、例えば床をねいろいろ変えたいとか、家具を変えたい、そういうふうに思っている方も多いのではないかなと思いますので、その参考になればなと思います。で私今回ねこのフロアタイルにしたんですけれども、クッションフロアとフロアタイルっていうのがね大きく分けて2つ床材としてはあるようなんですけれども、私がねこのフロアタイルにした理由っていうのは、汚れとカビ、あと原状回復の面からこのねフロアタイルを選びました。日本はですね1年の約3分の1ぐらいは雨が降っているっていうねデータがあるようです。でそうすると雨大国になりますから、ジメジメしてねカビも生えやすいかなというところで、クッションフロアよりはこういったタイル素材のものの方が湿気対策にはいいのかなというところです。であと汚れに関してもクッションフロアはやっぱ1枚でね全部バーッとこう貼るものですから、なんで1箇所例えば汚れたりなんか傷ついたり剥がれてきたりとかしても、変えられないんですけれども、ただこのフロアタイル型のものであれば1個ね傷ついたり汚れたりダメになったりしても1個外してまたそこだけね修正ができるっていう面からいいかなと。それとあと賃貸マンションとかアパートに関してもこれを敷き詰めるだけでいいので、あと少しねここの部分のこうはめ込み型がちょっとついていますので、ずれる必要もないかなというようなところで、原状回復の面からもいいかなと思いまして、こちらのフロアタイルにしました。ということで貼っていきましょう。はい、ということでねこちら完成しました。どうですかね。最初フローリングだったんですけれども、全然色が違いますよね。今回ブラックコンクリートっていうのね、石の模様のものをフロアタイルを敷き詰めたんですけれども、私の中ではね、結構気に入っております。で結構疲れましたね。作業自体はだいたい7時間とかそれぐらいだったんじゃないかなと思います。でなんでねそんだけかかってしまったかというところなんですけれど、角のところがねちょっとねこう丸みを帯びてまして、でそこをねこう削ったり切ったりとかする作業っていうのがやたら時間かかりました。
なんで結構ねトータルで7時間ぐらいかかってしまったかなと思いますので、皆さんももしこれをねやる場合は時間に余裕を持ってできる時もちろんそうなんですけど、そういったね時を見つけてやられるといいかなと思います。で私の中ではでも変えてよかったなっていうような形でね満足しております。で普通のフローリングの上で例えばバッシュとかをね撮影したりしてもなんとなくこうねかっこよさが出てこないんですけれども、このブラックコンクリートっていう色になるんですけど、この上でバッシュを取ったりとかすると結構ねそれだけでもかっこよさが際立つなっていうような感じがありましたし、お家に届くね Amazon の箱でさえ段ボールでさえちょっとかっこよく映りますので、なんで私の中ではやってよかったなと思います。どうですかね皆さんから見て、こんな感じでできましたけれども、それとフロアタイルをこういうふうに敷き詰めると、すごくね安心感があります。っていうのはその元々のフローリングのところにもうこれでね傷つける心配がないなっていうようなことがありますし、あと防音も対策としてできますので、なので2階3階とかねこう上層の階にお住まいの方も使いやすいんじゃないかなと、下の人にねこう迷惑をかけたりっていうのがないんじゃないかなと思います。ただ最初のこう作業工程でトンカチをこう使ったりハンマーですよね使ったりしますので、その時はねちょっともしかしたら下に響いちゃうかなっていうようなところがありますので、時間帯とかに気をつけて作業していただいたり、ちょっと一言ね下の階の人に声かけてちょっとこういう作業するのでちょっとねうるさいこともあるかもしれませんみたいな形で言うと丁寧かもしれません。結構安心感があります。どれくらい安心してるかっていうと、バイクとか車の任意保険に入った時ぐらい安心感があります。それとこちらのねフロアタイルは床暖房 OK みたいなので、暖房効率はねもしかしたらちょっとこう衰えたり床暖房のね効率は悪くなったりすることもあるかもしれないんですけれども、床暖房は OK みたいです。で今回フロアタイルを私ねこうやって敷き詰めてみたんですけれども、敷き詰めたことでね分かったことがいくつかありますので、皆さんもフロアタイルやってみようかなっていう時は参考にしていただけたらと思います。フロアタイルをこう敷き詰める時に気をつけていただきたいことで、まず、このサイドとかありますよね、壁の角とか、横のこの端の部分っていうのは1ミリから2ミリぐらい余裕を持って敷き詰めるといいと思います。どうしてもですねぎっちりこう敷き詰めたくなってしまうんですけれども、で余裕を持ってねちょっと長めに切ってこう押し込んだりとか、する方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、それをやってしまうと後々ねこの中央のところとかはめ込んでいくとこううまくね接合部にこう合わないとかねこう盛り上がってしまったりとか、歩いていてちょっと突っかかる部分っていうのが出てきてしまいます。でこれ私以前体育館を作った時にですねこのフロアパネルっていうんですかね、パネルをはめ込んでいった時にそれをすごく感じましたね。角のところどうしても敷き詰めたくなっちゃうんですよ。もう全部ねシートで埋めたい、タイルで埋めたいっていうようなね感じが出てきてしまうんですけれども、それをやってしまって思いっきりこう押し込んでしまうと中央に必ずよれができます。なので端のとこ角のところはだいたい1ミリから2ミリぐらい余裕を持っておいた方が結構スムーズにねできると思いますので、後々修正するの本当大変ですから、最初からちょっとだけ余裕を持たせておくっていうようなね、ところあった方がいいと思います。それとあと角の部分とかそういったところはですね厚紙、こういう厚紙ちっちゃいやつでもいいんですけれども、それをまず角のところにこう切って合わせてなんかペンでね書いたり切ったりして、でそれを1個持っておくとその後に使うまた同じようなね角があると思いますから、その時はね結構こういう厚紙があると便利かなと思います。でこの厚紙のねこの角の部分を1個作ってしまえば、それに合わせてこうタイルをね、切れば、線を入れたり切ったりすればいいと思いますので、厚紙は結構便利でした。それと道具はねもう最初からいいものを買った方がいいですね。例えば100均とかその安いもの安いカッターでやろうっていうのは絶対やめた方がいいですね。もう手も痛むし刃こぼれもするし結構時間もかかってしまうんで、私最初家にあるねカッターでやってみたんですけれども、全然やっぱりね切れなくて、で刃こぼれはするし、で刃こぼれしたらペンチでこうカットしてまた新しいのをね出してまた切ってっていうのを繰り返したんですけど、やっぱ刃こぼれすると危ないですしね。なんで最初からどこかホームセンターへ行って
こう大きめのやつ、強いカッターっていうのをもう最初から用意しといた方がもう効率がいいです。私もね家にあるカッターを使って、刃こぼれなしっていうねようにこうやりたかったんですけど、覇気がないんでねちょっとダメでしたね。ワンピース好きな方だったら分かると思うんですけど、最初から最上大技物をね買った方がいいというところです。ということでですね、以上のことを気をつけながらやっていただくといいかなと思うんですけれども、ただね低い姿勢での作業が非常に多いので、これはねもう腰痛になると思います。腰痛持ちじゃない人は腰痛になりますし、腰痛持ちの人はもっと悪化します。もうこれは確実に悪化すると思います結構大変な作業が続きますので、なので皆さんもねぜひ余裕を持ってお休みの時にねやってみてはいかがでしょうか。で今後もですね浅場接骨院ではこういったね撮影場所ですねを設けて、いろいろスポーツだったりメディカに関わることをねお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで以上浅場接骨院でございました。ありがとうございました。